皆さんこんにちは。のとのとのひろきです。ルミです。リオです。本日は石川県の輪島市じゃなくて東京都の四谷からお送りしています。なんでかっていうと、東京の若者に向けて能登での活動を報告しに来ました。それでは早速見に行きましょう。レッツゴー。レッツゴはい、いらっしゃいます。Quand t'es venu dans la rue, quand t'es venu dans la rue, のとのと。今回訪れたのは東京四谷の秘密基地 Y ベース。作業や交流に利用可能なオルタナティブスペースで大学生を中心とするさまざまな若者が集い、新たなつながりを築ける場所です。この日は定期的に開催される交流イベント Y ナイトに参加し、輪島に行った大学生として発表させていただきました。こちらに今並んでいる大学生5人はですね、8月12日から3日間、石川県能登半島輪島市に訪問しました。今回はですね、その3日間の訪問記と題しまして、次の大学生から能登に関する情報共有をさせていただきたいというふうに思っています。じゃあまずひろき君。はい、3月末から9月末まで能登に住み込みでボランティアをしていました。2024年9月21日、僕はこのピッチに向け用意していた台本を書き換えることにしました。そうせざるを得ない状況になってしまったからです。前代未聞の地震と水害の複合災害、むごたらしいほどに能登へ牙を向いた災害。現地での生活はさまざまな角度、スケールからその惨状を教えてくれました。この動画は僕が大雨当日に街を徘徊して撮影したものです。ご覧ください。街のあちこちから水や土砂が流れ出し、中心部が水浸しになっています。次に、この動画は珠洲市内の、濁流の跡です。珠洲市にある浄化槽が濁流で破壊されて、ここら辺は結構腐敗臭が立ち込めて結構臭かったです。はい、こちら左の写真は、輪島市釜屋谷という場所にある包装、パックとかの卸問屋の倉庫が、土石流の被害を受け、そのボランティアで土砂かきをしに行った時に撮った写真です。で、こちら右の写真は珠洲市正院という場所で、農家さんが同じように土石流の被害に遭い、でこれはもう500キロぐらいある米が入ってた冷蔵庫なんですけどがもう倒されてしまって、もう中も泥まみれで、もうお米は全部無事じゃなくてみたいな感じです。で、この真ん中の写真はどこから流れてきたかわかんないんですけど、バスがこの輪島市内の中心部にある新橋という橋に引っかかってしまった画像です。はい、他にももともと僕が勤めていたバイト先が裏口から浸水してしまったり、せっかく抽選で当たった仮設住宅が床上浸水となって引っ越しとなってしまった人も周りにはいました。また今度行く予定だった隣の能登町にある牧場もつながっていた全ての道が崩落し、一時的に孤立状態になっていました。町の中心部はことごとく今道路に汚染されました。僕がよく通っていたイタリアンの店主さんの娘さんの友達は、福井県沖で先日見つかりました。やっと地震から落ち着いてきたという町の安堵を全て流してしまうように雨は降りました。そんな能登に僕たちができること、大雨の前より僕の使命はこの能登の惨状を伝え、若い力を能登に送り込むことであると考えていました。そして今回の大雨でよりその必要性を感じました。僕とここにいるリオとルミの3人で始めた YouTube チャンネルのとのともその使命に基づいた活動です。のとのとでは能登、今では主に輪島の現状を魅力ベースで発信しています。こちらの QR コードから登録していただけると嬉しいです。
そしてこの日本 YMCA 同盟 Y ベースからも能登へ若い力を派遣する試みが行われています。はい、私の方からは YMCA が輪島を応援するということで今回の、研修について紹介します。若い力を能登に送り込む、こうしたひろき君の思いに YMCA は応えたいと考えていました。 YMCA は全国に各店があります。またここ日本 YMCA 同盟 Y ベース児童養護施設向けのプログラムフューチャーイノベーターと題しまして、ロボット作成やウェブ、そして動画編集などを通してものづくりの楽しさを子どもたちに伝えるということを私たち日本 YMCA 同盟は行ってきました。2024年1月1日に起こった能登半島地震、多くの建物が倒壊する中、現地の小中学生は外で遊ぶ機会を奪われました。そこで今回私たちがやっているこのフューチャーイノベーターを通して能登の子どもたちにアウトドアは無理かもしれないけどインドアの選択肢を増やしてあげる、こうしたことを通して子どもたちに還元したいと考えていました。しかしながら果たして東京の大学生が輪島に行って子どもたちのために現地のニーズを反映しているかどうか分かりません。そのため今回はまずフューチャーイノベーターを開催するかどうかも踏まえて、一度この東京の大学生、私とひろき君含めて5人が直接能登を見て輪島を見て、輪島に貢献する方法を考えて発表するということを今回のミッションにしました。ここからは、大学生3人から能登に対する思いと、自分たちのアイデアを発表してもらいます。能登能登。今回の私の輪島市の訪問は4回目となって、普段能登能登の活動で定期的に輪島に訪れています。1回目にひろきの様子と能登半島の様子を見に訪れた6月8日には公費解体が始まっておらず、崩れた家や燃えた朝市がほぼそのままの形で残っていました。ひろきの能登の魅力を発信したいという思いから、僕も能登能登という活動に参加するようにしました。僕たちが泊まらせてもらっている寄宿舎には安息があって、でもその外を出ると崩れた家とか壊れた道だったりがあります。そこには人が生活した跡があり、今も仮設住宅で生活している人がいます。崩れた家の外に出ている瓦礫には雨や砂で汚れた布団や鬼滅の刃の最新刊の単行本とかがあって、結構人がいたことだったりその被害の大きさを生々しく感じました。今回の災害で輪島を離れた人が多いんですけれども、まだ輪島に生活している人とかはそういった町でも平然と生活しています。初めて来た時はその非日常感に驚きましたが、いつしかそういうもんだと思うようになりました。しかし何度も来ているからこそあったことがあります。今回親睦を深めた地元の方から私たち大学生が輪島に来ていることへの感謝をもらったり、寄宿舎を貸し出している中浦さんとの夕食で1月1日の被災当時のお話を伺いました。突然の状況での行動と朝市が燃えた時の絶望、自衛隊のヘリコプターが到着した時の安堵などを伝えてくれました。また8月末だったので南海トラフが来るかもしれないと騒がれた時で、今南海トラフが来たら能登半島を忘れ去られてしまうんじゃないかなどと危惧している人もいまして、僕は能登は忘れられてはいけないなと思って、より能登能登で活動していくという気持ちを強くしました。そんな中起きた9月21日の洪水被害の時は、ひろきからさっきの動画の素材が送られてきて、僕はマレーシアにいたんですけれども、その動画を編集して投稿してっていう注意を呼びかける形で、何か誰かの役に立てればなと思って投稿しました。そういった人の役に立てればそれは意義のあることだなと思うので、より多くの人の役に立てるようにこれから頑張っていこうと思っています。輪島は私にゆかりのあるところではありませんでしたが、実際にそこで生活をして現地の人と交流を深めていく中で、彼らのさまざまな苦悩を知り、手伝える範囲で手伝わせてもらいました。輪島では人々が助け合いながら生活をしています。そこでの現地の人との交流やボランティア同士の出会いは普通の大学生活をしていては得られない経験です。私はこれからも能登能登で
能登の現状や魅力を発信します。能登の町に多くの人が興味を持ってもらえるように、町全体がより活気づいて復興の一助となれるように。最後に、自分の住んでいるところでいつ災害が起こるかわからない日本にいるからこそ、私は実際に震災が起きて復興している町に関わることで得られるものを大切にしていきたいです。私はこれからも能登に行ってより多くの人と関わっていきます。以上で私からの発表終わります。ご清聴ありがとうございました。 Quand t'es venu dans la rue, のとのとでまず能登での学びっていうところなんですけど、なんか個人のボランティアとかがいろいろ活動してるんですけど、団体とかもで受け入れ先がなんか自分がいた時には中浦がなくて、なかなかその個人で行くのが難しいなって思ってて、そうするとなんか受け入れ先他にもなんか作った方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ボランティアの活動自体はいっぱいあるんですけど、それぞれの団体で活動してる形になってて、なかなかその異業種のボランティアの交流がないっていうか、その例えば解体する人たちとか、なんかお風呂とか提供してくれてる人たちとかもいるんですけど、その辺の関わりが全然なくて、自分たちもあんまり関われなかったんですね。でそこを関われるようにしていけば、もうちょっとなんかモチベーションが上がったりとかするんじゃないかなって思いました。それに関してはまた後で言うんですけど、でそうですね、高校生たちの挙動って書いてあるんですけど、なんか自分が行った時になんか LINE の QR コードみたいなの見つけて、QR コードで能登のなんか観光協会みたいなのがあって、そこの輪島高校の高校生が運営してるっていう話を聞いていろいろ見てみたんですけど、その2018年頃から始まってて、でもなんか2024年の災害の後ですね、全然動いてなくて、最初の方はなんか気づけようみたいな感じがあったのにもったいないなって思いました。それに関してもうちらでやっていければちょっと復興に貢献できるんじゃないかなって思いました。そこで自分ができることは何かって考えたんですけど、さまざまな角度で支援するってことでいろいろ計画があって、その能登 MV 計画とか能登ベース計画とかいろいろちょっと名前つけてみたんですけど、そのいろんな形で現地の人もそうなんですけど、なんかそのボランティアを支援するっていうのもありかなと思いました。はい、でそこのまず能登 MV 計画っていうのをちょっとフォーカスしようなと思うんですけど、これはその高校生たちが地元を活気づけるような意思があるって思ったんで、アーティストとかに声をかけて、大阪桐蔭高校と夜遊びですね、なんかその YouTube に載ってるんですよ、一緒に MV 撮ってるみたいな、吹奏楽部がなんかいろいろ吹いて歌ってるみたいなのがあるんですけど、それみたいなことやっても面白いのかなって思いました。でそういうことができなくてもなんか曲を提供してくれたりとかすれば、こっちでイメージビデオとか撮ることもできるし、現地高校生の様子とかって感じでやってみても面白いのかなって思いました。でもう一つ言ってる能登ベース計画ってやつなんですけど、今この Y ベースみたいなところでいろんな人が集まってるじゃないですか。そのいろんなボランティアさんが集まってその話したりとか、例えばそのテントとか作ってノート残して、でなんかどういう活動してますとか、こんな状況ですとかいうのを共有してみても、なんかそれこそいやちゃんと自分以外にもやってる人いるんだなとか認識になるし、いろいろ面白いのかなと思いました。それに関してなんですけど、ボランティアで行ってみて、その移動手段に困ったんですよね。でなんか車をその乗ろうと思って、でもその乗ろうと思った車がその他のボランティア団体がまた別の団体から借りてるみたいな、で結構その綿菓子状態の隣が起きちゃってて、そうするとなんかやっぱりボランティアとして来てるので、それでなんか頓挫してしまっても元も子もないので、なんかその助けてる側としてはそのちゃんと土台があって、その上にあると思うので、その辺はちゃんとしっかりしていかないといけないっていう意味も込めて、その辺も自分たち知らなかったので、そのことをでそういうのもノートに書いていければ、やっぱそういうミスみたいなのも防げるのかなって思いました。でそうですね、ボランティアだけじゃなくても現地の人たちとかもなかなか話す気があると思うんですけど、いろいろなんかノートに書き留めたりとか、そもそも話す空間とか、子供たちの話す空間とか、大人たちもそうですけどね、でそれを作ることによってなんかいろいろそうだな、ボランティア同士との交流もそうだし、現地の人と話す機会も生まれるですよ。自分たちもそんなにめちゃくちゃいっぱい現地の人と話せたわけではないので、ある程度話せたんですけど、そういうことを作ることによって、そうだな、もっと輪島の復興を加速するって言ったらちょっと変ですけど、いろんな方向から輪島をサポートできるのかなって思いました。はい、ここからは以上です。のとのとまず
初めに能登を訪れる前の気持ちということで、正直あまり良いイメージがありませんでした。っていうのも、能登に関して私が得ていた情報は、一人暮らししていてテレビもないっていうこともあって、ニュースの一番上のバナーとかで出る死亡者何人みたいな感じの情報だったりだとか、あとは春学期に防災に関する授業を履修していたんですけど、そこで流れる被災地の状況だったり、本当にお正月の状態からアップデートされていない状態でした。またその授業で被災地の課題だったりだとか、ボランティアの性犯罪率の高さだったり、結構いろいろな不安がありました。その中でこの前回のマイベースで能登の活動を知って、結構知り合いの中で知り合いと一緒にボランティアに行ける安心感だとか、そういうのがきっかけで今回行くことになりました。実際に行ってみて感じたのは、非日常の中にある日常です。やっぱり行ってみて心に来るものがあって、やっぱり瓦礫の山だったりだとか、もう隆起した道で歩くのがめっちゃ大変だったりだとか、そういう非日常な感じに圧倒されたんですけれども、1日目の海岸に行った際に駐車場でサッカーの練習に打ち込む少年がいて、一人ですごいドリブルしていたんですよ。それを見て、なんか一緒に練習する子とかいたのかなとか、練習していた公園って今あるのかなとか、勝手にいろいろ想像しました。また18地っていうキラキラのバルーンを持っている女子高生がはしゃいでいて、結構誕生日だったんでしょうね。都内の JK とやってること変わらないじゃんと思って、今まで能登の高校生って見ていた部分が普通の高校生っていう風な感じに思って、彼らとか彼女らにもたちに生きていて、彼らの日常は続いていると感じ、被災地のままで終わらせちゃいけないなっていう、勝手に何とかしたいなっていう責任感が生まれました。そこで私にできることを2つ考えました。1つ目はきっかけがあればアクションを起こす人たちを増やす。2つ目は現地の人たちに影響を与えるということです。1つ目のきっかけがあればアクションを起こす人たちを増やすってことに関しては、能登の活動で私が影響されたように、自分も何かしらの媒体で発信していこうかなと考えております。2つ目のに関しましては、居酒屋に行った際におじちゃんとちょっとお話をしたんですね。その時にそのおじちゃんが、できないことは増えても来てくれる人たちのおかげで子どもたちはいろいろな経験をさせてもらっていてありがたいという言葉がありました。あと先ほどの中浦さんも、甲府ボールっていうスポーツのボランティアで子どもたちが久々に運動できて楽しそうだったよっていう言葉を聞いて、ここで考えたこと、アルティメットです。ご存知ですかね、アルティメット結構マイナーなスポーツで、私も大学から入って始めたんですけれども、本当にこのフリスビーさえあれば楽しめるスポーツなんですね。なので私は能登の子どもたちにちょっとフリスビーを教えていけたらいいなと考えました。ちょっと最後こんなアルティメットで締める形になっちゃうんですけれども、以上で私の発表終わります。ありがとうございました。はい、最後になんですけども、次回の輪島派遣ということで、最後に宣伝させていただいて終わりにしたいと思っています。今回、私含め5人の大学生が能登輪島に訪問しました。で、さまざまなアイデアとさまざまな、ところに気づいて、そしてアイデアを提案していただきました。今回、10月25日から、3日間、2泊3日で輪島に、行く大学生を5名募集いたします。今発表していただいた、この3人のアイデアでもいいですし、はたまたこのプレゼンテーションを聞いて、輪島に自分はこういったことで貢献したいと、大歓迎です。10月25から27日の2泊3日間で、2泊3日で、輪島の人たちに貢献するということを一つのスローガン、として、あらかじめ5人のメンバーで考えたものを2泊3日かけて行おうというのが次回の企画となっております。もし興味がある方がいましたら、ぜひ、応募を、YBS の、ウェブから、申し込みできますので、10月6日までですので、お願いいたします。以上で、ノートピッチを終了させていただきます。ありがとうございました。